うなのだ。ずんだもんだよ。みんな元気してるのだ。今日ずんだもんがみんなを案内するのは風車の国オランダなのだ。実はオランダにはとっても面白い秘密があるのだ。みんなが知ってるあのオレンジ色の人参、あれって実はオランダ王室のシンボルカラーに合わせて品種改良されたものなんだって。それまでは紫色とかが普通だったらしいのだ。びっくりなのだ。そんな魅力いっぱいのオランダから今日もとっておきのニュースを3つ持ってきたのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。素材リスク、アムステルダム製ボスの鋼鉄スラグに継承という記事なのだ。アムステルダム製ボスでなんと深刻な環境汚染が発覚したらしいのだ。小道に使われた成功副産物鋼カスから重金属が検出されて雨水で地下水に溶け出す危険性があるらしいのだ。政府も動いて使用を禁止して調査を進めるって言ってるくらい大きな問題なのだ。今後の展開がとっても気になるニュースなのだ。このニュースも他のニュースもみんなと一緒に深掘りしていくのだ。気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録よろしくなのだ。それでは一緒に見ていくのだ。皆さん、今日は北西ヨーロッパに位置する魅力あふれる国オランダを紹介するのだ。首都は美しい運河が広がるアムステルダム。人口は約1700万人とコンパクトながら立憲君主制のこの国はかつて世界を股にかけた海洋国家として繁栄した歴史を持っているのだ。国土の多くが海面より低いため干拓技術や水管理は世界最高峰。チューリップや酪農品といった農業生産は世界有数でハイテク産業や物流も非常に発達しているのだ。ゴッホやフェルメールなどの偉大な芸術家を輩出した文化的な深みも魅力だし、自転車王国としても有名だね。最近では気候変動への対策や循環型経済への移行に特に力を入れている点が注目されているのだよ。豊かな自然と先進技術が融合した未来志向の国、それがオランダなのだ。一つ目のニュースなのだ。議員、対イスラエル措置、パレスチナ承認を見送りという記事なのだ。オランダ議会でイスラエルへの新たな措置やパレスチナ国家の承認に関する投票が行われたのだ。外務大臣を含む NSC 閣僚が辞任した直後、議員たちはイスラエルへの圧力を強める措置の採用を否決したのだ。具体的には違法占領されたヨルダン川西岸からの製品ボイコットやイスラエルからの武器購入禁止といった提案が多数の反対で退けられたのだ。パレスチナ国家を承認する動議も必要な賛成を得られなかったのだ。国防大臣はイスラエルからの武器禁輸はオランダの防衛能力に影響すると説明し、ボイコットについては欧州全体での検討の可能性に言及したのだ。唯一議員たちの意見が一致したのはハマスの完全破壊とハマス指導者を容認する国々に最大限の圧力をかけるべきだという点なのだ。またイスラエル政府がガザへの国際ジャーナリストの立ち入りを許可すべきだという意見もほとんどの議員に支持されたのだ。この一連の動きは NSC 閣僚の離脱で連立政権が事実上崩壊した混乱の中で行われたのだ。首相は今後の政権運営について助言を求め、来週予定されていたウクライナ訪問も中止したのだ。オランダは10月29日に総選挙を控えており、新政権の樹立には時間がかかると見られているのだ。2つ目のニュースなのだ。ポスト NL関税問題で米国向け小包配送を中止へという記事なのだ。オランダの郵便会社ポスト NL さんがアメリカへの小包配送を止めることになったのだ。これはトランプ政権が導入した新しい関税が原因なのだ。今まで800ドル未満の荷物には関税がかからなかったけど、8月29日からは全ての小包に関税が必要になるのだ。でもアメリカの税関さんがこの新しいルールの処理方法を明確に教えてくれないから、ポスト NL さんは困っちゃったのだ。その結果、
8月23日からアメリカへ小包を送ることができなくなるのだ。オランダの企業さんも個人的なプレゼントを贈りたい人もみんな対象なのだ。でも手紙や書類は引き続き送れるから安心してほしいのだ。この新しい関税の影響を受けているのはオランダだけじゃないのだ。スカンジナビアやオーストリア、ベルギー、ドイツ、フランスの郵便会社さんも同じように配送を一時停止しているのだよ。ボスと NL さんは今この問題の解決策を一生懸命探しているところなのだ。早く良い方法が見つかるといいのだ。3つ目のニュースなのだ。素材リスク、アムステルダム製、ボスの鋼鉄スラグに警鐘という記事なのだ。アムステルダム製、ボスで深刻な環境汚染が発覚したのだ。2018年から2023年にかけ、小道に安価な建材として使われた精鋼副産物、鋼カスから重金属、クロムやバナジウムによる土壌汚染が検出され、雨水で地下水に溶け出す危険性があるのだ。アムステルフェーン市議会議員デイブ・オッフェンバッハ氏は将来世代のためアムステルダム市と協力して汚染除去を強く訴えているのだ。政府も公衆衛生リスクのある場所での鋼カス使用を1年間禁止し、調査を進めるのだ。この問題は全国的で、主な製造元のタタ、スチールも環境被害を認め、解決に取り組んでいるのだ。オッフェンバッハ氏は、パニックを避けつつ市民の健康のため、問題解決を目指しているのだ。魅力あふれるオランダだけど、政治の混乱、向け小包配送中止、環境汚染と、今は様々な課題に直面しているのだ。それでも、未来志向のこの国なら、きっと一つ一つ乗り越えて、さらに輝くはずなのだ。今後のオランダの動向に、ズンダモンも注目しているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。